この気の抜けたやれ感を残しながら、程よくオリジナルに戻していきたいですね。ボーイズ&ウィルズ TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は秋元と申します。年齢は20歳です。お住まいは都内になります。家族構成は父、母、私、一人っ子です。お仕事まだ学生です。何の勉強主にグラフィックデザインを。ということで、こちら車何でしょうか、秋元さん。ホンダの N362 型です。年式は1969年。古い車でございます。今日は学生の秋元さんとホンダ N360 でお届けします。お楽しみに。秋元さん、愛車遍歴はこれが初めての愛車です。なんでこの車にしたんでしょうか。世界のナイセストピープルはホンダに乗るので。どういう意味ですか、それは。 US ホンダの当時の広告の歌い文句。小さい頃からちっちゃい車好きで、特にこのスタイリングが気に入ったからですね。なるほど。秋元さんもナイセストピープルであるということですね。はい。はい、そういうことですね。どこが気に入ってますか。トランクと閉まりにくいところですかね。閉まりにくいところが閉まりにくいです。逆に気に入ってる。そうですね。あとバイクのようなサウンドですね。高回転まで回るエンジンが気持ちいいですね。さすがホンダということで。そうです。当時から高回転が得意だ。匂いってことですか。香ばしくていい匂いです。香ばしくていい匂い。いつどこでどうやって買ったんですか。ツイッターの個人売で購入しました。発見して、はい。どうでした、見た感じは。音と匂いと振動にやられましたね。バイクらしさが残ってて、人馬一体的な。なんか足みたいな感じで。なるほどね。結構ダイレクト感が。そうですね。すぐ気に入って。気に入りましたね。ちなみにおいくらぐらいですか。100万でした。100万円。おばあさんのローンでお金借りて。なるほどなるほど。なんかバイトしてるんですか。エネオスでバイトしてます。エネオスでバイト。ほぼ毎日して。どうでした、おばあちゃんの反応。こんなボロいのやめなさいよ。やめなさい。でもお金はちゃんと貸してくれた。ご両親の反応は。良かったじゃんみたいな感じでしたね。それは良かった。ガソリンスタンドでバイトしてるんですよね。一番テンションが上がった車って何ですか。1931年のフォードのモデル B ですね。そんな車が来る、はい、それはテンション上がります。上がりますね。てかアメ車好きなんですか。アメ車大好きですね。なんかきっかけあったんですか。幼い頃から父親に影響されたんですかね。お父さんどんな車乗ってらっしゃったの。一番古いのだとマスタングとかポンティアックのグランプリとかフォードのトーラスとか、今はビュイックのパークアベニュー。掲載区域がっちりされたというそうですね。ホンダは何かあったんですか、きっかけ。自分の中で小さい頃から US チックだなって。純日本だけども外に向かってる感じが良かった。そうですね。なるほどなるほど。秋元さん、特徴を教えてください。この車 360cc じゃなくて5アップされてて 450cc に前のオーナーがやったんだと思います。なんか変わったことありますか、それで。トルク感が上がりました。なるほどなるほど。でも回しすぎると発電機セルダイナモが焼けちゃってエンジンがかかんなくなっちゃって、そこは要注意。回したくなるけど回しすぎ要注意。はい。なるほど。あとなんかここはちょっとみたいなとこあります。フロアマットがちょっとボロすぎちゃって破けちゃったんで、もう全部取っ払っちゃって、ないんですね。はいはいはい。あとは今ラジアルタイヤ入ってる。はいはい。昔主流だったバイアスタイヤっていうのに変えたいですね。わざわざラジアルのが快適なのにそれを古い方に戻したい。あとこのミニのテールオリジナルじゃなくて、本当ならオリジナルに戻したいですね。まあそうですよね。ホイールは。ホイールもあれですね、 Z とライフの純正の鉄筋になっちゃってるということで N360、420になってますが、どんな乗り心地なんでしょうか。振動、匂い、いろんなことを体験したいと思います。乗ってみましょう。乗り込んでまずはシートベルトが分かりませんでしたが無事に装着。2点ベルトなんですね、この時代は。もう音がすごいっていうのと匂いもいい匂いがする。さっきも言ったちょっと香ばしいっていうでしょ。振動もダイレクトだし、車重も軽いけどね、バネですもんね。そうですね。ビヨンビヨンビヨンとして、さっきピッとハンドル切ったらめちゃくちゃクイックなんですね、ハンドリングが。そうですね。足もちょっと硬いし。それはノーマルではない。多分足変えてありますね。前の人がだいぶいじってある。結構やんちゃに乗ってた系なのかしら。前のオーナーが多分それで今はノーマルに戻しつつ乗ってらっしゃるということでございますが、パーツとかあるんですか。ちょくちょく出てくる。オークションサイトとか。そうですね。結構見合ってて。毎日。はい。初めて乗った時覚えてますか。はい、覚えてます。どんな感じですか。バイクみたいだったっていうのが第一印象っていうか、それを強く感じましたね。音だけ聞いてるとバイクみたいですもんね。本当ですね。車見ずに、音だけ聞いてると、おーい、コーナリングいいな。最初はマフラー割れてたんで、直感だったんですけど、それがなおさらバイクっぽく聞こえましたね。
なるほどね。結構威勢のいい感じで、じゃあやんちゃでしたね。やんちゃ。そうか、タコメーターもちゃんとついてる。そうですね。乗る頻度はどれぐらいですか？毎日乗りたいなと思ってるんですけど、大体週4ぐらいになっちゃいますね。ああ、でもまあまあ乗れてる。どんなとこ行くんですか？もう何も気にせず、一人でプラプラと。一人で出かける方が好そうですね。少人数の方ができるだけ。き。楽しいね。はい。なるほど、いいですね。バイクみたいな感覚っていうのはバイクも今乗ってるんですよね。そうですね。今は不動なんですけど。ちちなみになんてバイク？スズキのセルペット。相当古いんじゃないですか、それ。 1963年。わお。これは69年。古いのが好きなんですね。そうですね。はい。なんか面白いエピソードありました？走ってて。英国のツーシーターの MGB とかに上り坂で抜かされるっていうシチュエーションが好きですね。あったんですか、実際。ミジェットにありましたね。ミジェットに抜かされましぶち抜かれてた。た。はい。まあ、まさに上り坂で大型トレーナーに楽々抜かされていきましたけど、はい、こんな感じでしょうか。月の行き来はどんな感じですか？ばあさんに返す2万5000円と保はいはい険料が大体6000円ですね。ガス代は全然入らないんで、何リッター？20ちょっと、じゃあかなりお安く。はい。駐車場代もね、ご実家だからそうですね。いらないということで。なんか整備とかされました？マフラー交換しましたね。あ、そっか。あと、直感で割れてたから。はい。あと、キャブのオーバーホール。おうおうおう。あとはブレーキ、あとはセルダイナモの修理、それくらいじゃないですかね。結構かかったんじゃないですか？いや、それが全然かかってなくて、大体どれぐらいで？1万ちょっと、安っ。オーバーホール2万くらいだったかな。セルダイナモの巻き直しも1万くらいでしたね。おお、まとめて10万いかない。結構、旧車の割には気軽に乗れるというか。いいお店に当たりましたね。なるほど、そこ重要ですよね。パーツもまあね、探してれば、結構人気車ですもんね。おー、すごいね。あ、すごいね。しかも本当にいい匂いがして、香ばしいですよね。香ばしすぎる。なんかスペアタイヤがついてたんですよね。そうですね。当時物だったとか、当時物のブリジェストン。 69年のタイヤがついてて、はい。今ついてる外してるんですか？今外してます。部屋に飾ってます。あ、部屋に飾ってる。他になんか前のオーナーさんからなんかもらったんですよね。ペアのパーツをすごいもらいました。でかい箱が2つ届いて、持ってきてくれて。何が入ってました？宝箱のような。なんかスプロケとか、いろいろたくさん入ってましたね。ちょっとなんかあっても大丈夫なぐらい。ですね。趣味はありますか？趣味は音楽ですね。音楽、はい。例えば主にジャズ。ジャズ、はい。あとは車、バイク。そうですね。ファッションも少し好きだし。好きですね、はい好きそう。この年齢でこれに乗ってるってなかなかかっこいいですよ。贅沢です。いや、素晴らしい。一番好きなアメ車は何でしたっけ？スチュードベーカー。スチュードベーカー。 1952年のスチュードベーカーのチャンピオンっていう車が、僕もそれ調べたら、あ、これかみたいな。スチュードベーカー、はいそして好きなジャズミュージシャンはジェットベーカー。どっちもベーカーっていうベーカー兄さんでございますけれども、20歳でその趣味は結構渋いな。お父さんも喜んだんじゃないですか？乗りました？お父さん乗りましたね。運転しました？運転しました。どう感想は？お父さん。シンクロないからうん慣れないって言ってましたね。難しがってました。ああ、難しそうですね。なので今日は僕は運転は遠慮させていただきます壊しちゃいけない。勉強されてるのグラフィックデザインじゃないですか。はい。将来もグラフィックデザイナー。やりたいこととか、はい好きなことが多くて、う将来まだ決まってないんですよね、やりたいことが。いや、いいと思いますのでまだあと何十年生きなきゃいけないかわかんないんでゆっくりと見極めていただいて、いろんな出会いが何かにつながる可能性もあるし、はい。今後車はどうしていきたいですか？この気の抜けたやれ感を残しながら、う程よくオリジナルになるほど。戻していきたいですね。他に気になってる車ありますか？他に気になってることはヒルマンミニクスまあそっち系が好きなんですね。とか、あとはやっぱりアメ車53年のスチュードベーカーとか、はいはいパッカードはい57年のデソートとか、おなんかミッドセンチュリーなはいはいはい。デザインが好きなんで、なるほそういう車ですね。ど。新しい車はガソリンスタンドで働いてるじゃないですか。はい。新しい車しか来ないですよね、ほぼ。新しい車は今のところ大丈夫かな。大丈夫かな。はい。例えば50年後に2024年の車がかっこよく見えたりする可能性はありますかね。どれだけフラットにデザインを見たとしても、はい。
なんだろうな、やっぱその時代っていうのがはいあるから、やっぱり良かったよね、あの時の方がっていうのがありそうですよね。なるほどね。まあでもそしたらここ裏側にするかもしれない。ファッションいつぐらいから興味だったんですか？自分が覚えてる限りでは、うん小学校の頃からおう白 T を着るっていうことにこだわってたの小を覚えてます。学生から？はい、小学4年生か5年生おー早いね。でデニムを履いて、うんでコンバースを履いてっていう。スタンドバイミーみたいな。あ、そうですそうです。で、まあそこからずっと白 T がはい好きなんですけど、はいはい中学校の頃にはい。自転車すごいハマってて、ほうほうほでわざとそれのオイルとかう。はい。で白 T 汚したり、へ友達にミートソースのスパゲティちょっとつけてよみたいなえ。感じで言って汚したりはしてました。おもろ。ちょっとなんか新しくピカピカしたものよりも、そしたら白 T を汚したりするっていうのは中学生の頃から始まってるってことは、さっきもおっしゃったこのやれ感とかが心地いい。うん、使用感があっていいですね。新品のもので唯一好きなものとかありますか？タバコ。タバコ。それ消耗品じゃん。はい、すごい野生的なワイルドな武骨な、そして可愛いクイックな面白い車でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとさすがに運転するのはしてくださいってことだったんですけど、なんかちゃいけないので今回はやめてきました。しかもね、秋元さんローファーでうまいことこの難しそうなペダルを操作されて、ローファー6足持ってる。そんぐらい家にありますね。スニーカーとかの運転者少ないですか？僕怠け者なんで。それは紐がないから。そうです。なるほど。ということでローファーを履きこなしてペダルさばきをされる秋元さんでした。そしてホンダの N360、100点満点中何点でしょうか100点です。お100点。その理由は？すべていい。もっとここから良くしてって120点にしたいですね。おお、なるほど。最後にこの車乗り続けますか？乗り続けたいけど現実的に考えたら乗れない。まだまだ他の車乗り足りてないので。将来的にはスチュードベーカーをジェットベーカー聞きながらということでございまして、いろいろ乗りたい車があるそうですね。20歳ですからこの1台で終わるということではないようにしていただければ僕も嬉しいなと思います。ということで今回はホンダの N360 と秋元さんでした。ボーイズ&ブリーズ TV また見てください。バイバイ。